洗濯で面倒なこと、襟の黄ばみ気になります。特に白色のシャツだと最悪です。そこで今回は襟の黄ばみの取り方をいくつかレビューしていきたいと思います。襟の黄ばみはタンパク質や脂質からできているとのこと。なのでネットにはオイル系で落ちると書いていたので、ベビーオイルを試してみます。ティッシュにベビーオイルを染み込ませて拭いていきます。全然汚れが取れていません。実は黄ばみはベビーオイルに比べると水寄りなので、ベビーオイルとの相性があまり良くありません。なのでベビーオイルではあまり落ちませんでした。汚れといったらこれ、洗剤。特に食器用洗剤が効果あるらしいので試してみます。洗剤に色がついていて分かりにくいんですが、若干汚れが取れている感じがあります。黄ばみは洗剤と似たような作りをしているので仲がいいです。なので洗剤で黄ばみを落としてくれます。洗剤は黄ばみと仲良しですが、さらに仲がいいのがこのライオンさんの襟袖洗剤です。ティッシュが黄ばんでいます。ただ思ったよりも取れていないです。黄ばみはタンパク質や脂質が反応してプラスチックのように溶けない塊になったものです。なので洗剤では軽い黄ばみは取れても硬い黄ばみはなかなか取れません。黄ばみはタンパク質や脂質が反応して塊になったものということは、その塊をバラバラにしてしまえばきれいに取れるはず。そこでこの酸素系漂白剤ワイドハイターを試してみます。40度くらいのぬるま湯に洗剤を入れます。黄ばみに直接漂白剤をつけます。30分間つけます。水ですすいで乾かしたのがこちらになっています。ワイドハイターを使ったところがかなり綺麗になっています。このワイドハイターの成分は襟用洗剤プラス塊をほぐす酸素からできています。なのでこの酸素で黄ばみをバラバラにし、洗剤でその破片を取り除くことができます。今回ベビーオイル、洗剤、襟用洗剤、ワイドハイターを試したところ、ワイドハイターのつけ置きが一番効果ありました。ただしこすったりするとより綺麗に落とすことができますが、繊維が傷んでしまうかもしれないので気をつけながら快適な洗濯生活にしてください。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。